皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、カーク・ヤスミン・セバスチャンの3連星攻撃を紹介するよ。3連星攻撃ってなんか見たことあるな。今度は前と違って、クリティカルを押し出した構成になってるよ。一撃必殺のこの構成を、ぜひ見てもらいたいね。楽しみだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。では、今回の3連星攻撃について説明するよ。今回の構成は、少し前に紹介した3連星攻撃と、ちょっと似てるんだよね。と言っても、カークとヤスミンのダブルアタッカーに、あと1人を加えた構成。そういう構成を、ここでは3連星って言ってるだけなんだけどね。ある意味わかりやすいのかもな。この前の3連星って、どうして青なんだ？特に意味はないよ。元ネタが黒い3連星だから、まあカークの色に合わせて、青にしたんだけどね。今回はとりあえず、青の反対色ってことで、赤い3連星ってことね。ものすごくシンプルだな。まあ、そんなわけで、今回はカークとヤスミンに、セバスチャンを加えた。カークでクリティカルを積極的に狙う、そんな構成を紹介するよ。この構成の強みとしては、セバスチャンとヤスミンの組み合わせで、大幅にクリティカルを高める。結果として、中盤にカークが暴れ回る上に、ヤスミンも火力として活躍する。そんなテーマがあって、なかなかロマンチックな布陣になってるよ。ヤスミンとセバスチャンはクリティカルメンバーで相性がいいんだぜ。その相性の良さを、さらに教えてくれるわけだな。そうそう。クリティカルについても、具体的な数字にして解説してみるよ。まあ、大まかな目安だけど、これも知っておいて損はないかな？それじゃ、早速いつもの通り百聞は一見になんとやら。実際のバトルの動画を見て、その構成の威力をお目にかけますよ。よろしく頼むぜ。それじゃ、いつもの通りまずはパーティー構成の説明から参りますよ。まずは、こちらの布陣からね。まずは、アタッカーとして、カークとヤスミンを配置。そして、カークの相棒のフェイスレス、これは健在だよ。持ち上げを使っての妨害と、カークとのシナジーは魅力だね。そして、今回の構成の主役、セバスチャンが入りますよ。このセバスチャンは、クリティカルとしての目的が強いけど、相手のメインアタッカーの悟り対策にもなってるから、かなり優秀だよ。セバスチャンは、悟り対策にもなるんだな。悟りも時々だけど、登場することもあるからね。狐火で一気にカークがやられちゃうこともあるから、何気に恐ろしいよ。いつもはウプ主がアドベンチャーで使ってるもんな。最後は、一応マーサを投入してるよ。本当はセレステさんを入れたいとこだけど、他のパーティーが使ってたからね。マーサはあまりだったんだな。まあ、今回の編成で少し気になると思うのは、カークが最前列にいるというところね。カークが倒れないようにしないといけないんだぜ。そうそう。だから、これも相手の編成によってはこちらの構成を変える時もあるよ。例えば、相手がセレステを使ってたら、最前列カークはセレステの直撃を耐えるのは難しいからね。強いセレステは本当に凶悪だもんな。投資して本当に良かったと思ってるんだぜ。さあ、相手の構成もちょっとだけ解説ね。相手は悟りをネブラで強化して倒すって布陣ね。カークを悟りに変えた構成みたいだな。そうだね。悟りをカークに変えても十分に活躍できる構成だね。この構成がセバスチャンにとってどういう風になるか、ちょっと楽しみだよ。期待して良さそうだな。それでは、行くぞ。始まったよ。始まったな。展開は一気に進むから気をつけてね。悟りの攻撃で、早速狐火がついたよ。この狐火がなかなか怖いんだぜ。ここでセバスがスキル発動。一気に攻めるよ。うわ、展開早いぜ。ガンガン攻めるよ。クリーバーが、ヨルダンの。早すぎてわけわかんないね。クリティカルがかなり出てるから、一気に倒してるよ。後で解説を頼むぜ。というわけで、バトル終わりました。一気に終わったな。なんか本当にあっという間だったぜ。この編成は中盤で一気にダメージが高まるからね。振り返ってみないと、なかなか難しいかもだよ。それな。ちゃんと教えてほしいぜ。まずは、中盤に何が起こったのか？少し速度を落として、見てもらうよ。まず、セバスがスキル発動、みんなにクリティカルが付与するよ。次にカークがスキル発動、この時にヨルガンに、クリティカルで29万のダメージだよ。これがかなり強かったな。その後、フェイスレスの持ち上げで赤音符カークスキルが誘発。クリーバーに40万のダメージ。さらにヤスミンがヨルガンに攻撃。一気に仕留めたぜ。ヤスミンが終われば、カークがまたスキル発動。
悟りとネブラをぶっ放した。ずっと俺のターンじゃないか。ほんとそれね。後のムアサも全員で倒せるってわけだな。そうそう。だからもうこの時点で勝利は確実だよ。改めて、今回の内容をまとめると、こんな感じね。文章にすると、結構長いな。まあ、ずっと俺のターン、だったからね。セバスがスキルでクリティカル付与して、そこから一気にやったのがすごいな。カークの赤音符クリティカルもなかなか見どころがあったぜ。そうね。ヨルガンはカークのクリティカルも耐えてたから、一撃で倒すなら、赤音符クリティカルが必要だったかな。だけど、ヤスミンが追撃して、ちゃんととどめを刺してたからね。そこは抜かりはないよ。そうだな。ヤスミンとフェイスレスがうまく攻撃をカバーしてたんだぜ。なかなかの策略家、だな。攻撃の隙のなさが、この構成の持ち味だよ。特に、セバスチャンとヤスミンは二人ともアーティファクトバフがクリティカル増加だから、場合によっては、それぞれ一人の時より、かなりクリ確率が上がるよ。そうなんだな。ちなみに、どのぐらいになるのか？そういうところも抜かりはないんだろ？もちろんよ。これは、ウプ主のセバスとヤスミンのアーティファクトね。二人とも、スキル1を発動すると、クリティカルが増加するってバフになってるよ。そうなのか。これでつまり、どういう風になるんだ？まずね、最初の段階として、クリティカルヒットの数値って、どのくらいあってもどういうものかわかんないって思うんだよね。とりあえず、高ければいいんだよな。でも、どういう仕組みか、それを知ってた方がね。知っていると、セバスとヤスミンを組み合わせた意味合いがよく理解できるよ。そうなのか。それなら教えてほしいぜ。まず、セバスとヤスミンのスキル1を発動すると、それぞれクリティカル率が上がるよ。クリティカルは、このクリヒットチャンスと、相手のメインスタッツが関係するよ。メインスタッツ？メインスタッツってなんだ？簡単に言えば、メインステータスのことね。例えば、カークなら素早さ、アスタロスなら力、セレステなら知力。ヒーローに使うスキンストーンに対応もしてるから、わかりやすいかな？だから、例えばカークだと、素早さを上げていくと、クリティカルを受ける確率も低くなってくよ。そうなんだな。ということは、相手の強さによってもクリティカルの出やすさも変わるってことか。そういうことだよ。ということで、簡単な一覧表を作ってみたよ。縦の列は、それぞれバフがかかった状態の CHC の数値ね。横軸は自分が使ってるヒーローのメインスタッツの数値を入れてみたよ。わかりやすく言うと、バフがかかった時に、どのくらいの確率でクリティカルが出るか。それを表した表になるよ。なるほどだぜ。こうやって見ると、メインスタッツの数値が下がると、確率がどんどん上がるんだな。そうそう。例えば、セバスだけだと赤カークへのクリティカルはだいたい3割弱ぐらいね。これは、赤カークの素早さがかなり高く鍛えてるからなんだけど、これに対して、アスタロスだと、カークほどメインスタッツの力を鍛えてないのもあって、クリティカルの確率は、4割強まで上がるんだよ。なるほどだぜ。それにしても、一番下の列が結構すごいな。そうそう、これに注目してもらいたいんだよ。これがいわゆる、セバスとヤスミンのバフが重なった時なんだけどね。この時の CHC の数値が、だいたい8000ぐらいまで上がることになるから、一気に確率が上がるんだよ。カークも4割超えでクリティカルが出るんだな。他のヒーローは5割を超えてるからね。別にメインスタッツが特別低いわけじゃないよ。こんな状態だから、簡単に言えば、5割の確率で一撃必殺できるかも。もし、生き残っても、さっきのバトルみたいにヤスミンがとどめを刺したりね。まさに隙を生じぬ二段構え、ってやつだな。そういうことね。これを見て改めて、セバスとヤスミンのシナジーがかっこよく思えるぜ。そうだね。このクリティカル構成の凶悪さは伝えられたかなって思うよ。まあ、相手が悟りパーティーで、セバスとの相性もかなり良かったけど、それでも、一気に総攻撃を仕掛けたところは、かなり魅力的だったと思うね。相手の構成に応じて、臨機応変に残りのメンバーを変えたり、色々と工夫してみてね。セバス一人だけよりもクリティカルは特に出やすいんだな。カークたちが暴れ回る姿を、ぜひ体験してもらいたいよ。では、今回はカークヤスミンセバスのクリティカル構成、赤井さん先生をお届けいたしました。みんなも試して、一撃必殺の威力を体験するんだぜ。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画で会おうぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。